先生一番関わられる設計の基本、ここが一番どういうふうになるのか、すごい興味津々なんです。それでですね、じゃあ今度は、そういった具体的に話している内容じゃなくて、今後こういうですね、共同して活動していくということは、私としては重要だと思いますので、ここ数年ぐらいで終わるというものではなくて、今後ずっと続いていくべきものだと思います。今後ずっと続けるために、例えば、今始まったばっかしですけれども、このような、両学会の選ばれたメンバーからなる共同タスクフォースのような仕組みとか、そんなものを含めて長期的に活動していくためには、どんなことが肝要である、何かもし具体的なお考えがありましたら、どんな言い方でもいいんですけど、どういうふうにすればこれの活動がずっと続けていかれるかっていうあたりで何かお考えだったらお願いします。建築学会サイドとして、まだこれってそういう意味では理事会も諮ってないような状況ではあるんですが、私の試験として申し上げると、箱ができちゃうと、そう簡単には崩せないので、まずそれはぜひ田辺会長の時に何らかやっておいた方がいいのかなとは思います。多分土木学会よりもですね、建築学会の場合会長変わったらだいぶこうですね、方針変わってきますので、そこで箱さえあればその箱はそう簡単には壊しません。なので土木学会との合同タスクフォースっていうような箱を作っちゃって、そこでいろんな活動がそこの中でやられていくと。で、箱への出入りはもう自由に、学会の中ではできるようにしておけば、続いていってですね、単発で終わるっていうのはやっぱりもったいないですよね、これ。ですよね。ぜひそうなってほしいかなと思います。で、そのためにやっぱり最初の出だし肝心かと思うので、今度シンポジウムみたいなものを計画されてますよね。そうですね、12月の政府会長会議に合わせて、なのでそこでの出だしと、それのやっぱりサポーターがやっぱり着実に増えていくような形で、ここ1年間ぐらいはもうずっとアンケートもそうなんですけど、投げかけて、会に投げかけて、それの理解を得て、で、そこへの参加者を増やしていくっていう形が取れれば、多分ずっと続いていくんじゃないかなと思います。なるほど。ありがとうございます。それでですね、あと2つぐらい質問させていただきたいんですが、そのうちの1つはですね、実はこれ、私の会長プロジェクトの一環としても捉えたいんですけどもね、この両学会と一緒にやる。で、私の会長プロジェクトのキーワードはですね、土木とグローバル化という言い方してるんですけれども、もちろん日本で土木と言っちゃうと土木学会が土木なんですが、世界から見れば、野口先生がやってるコンクリートも含めて、建築のコンクリートも含めて、土木建築ですよね。そういうふうに捉えていっちゃっていいんですが、いわゆるそういう建設分野とグローバルというようなキーワードで、そのキーワードという意味でも、この両学会が共同して活動するっていうのは非常に密接に関連していると思います。で、例えば土木建築自体が他の工学の分野と比べると、学の立場からなんですけれども、日本の中で地盤沈下が起きているような気がするんですよね。どんどんあそこに学生が、あんな学生数いかなくていいんじゃないかっていうような議論は、私が元勤めていた北海道大学でもよく聞きました。それからまた、建設分野全体がなんとなく縮小ですよね、国内的にね。でそれ以外にも国際的な視点で言うと、私の専門のコンクリートの分野も含めて、土木全体でも
建築も含めてだけど、うん、建設分野全体でも研究成果という意味で必ずしも、時系列的には日本の地位がどんどんね下がってるような気がします。で、実際一部のデータはそれを示してるんですよね。そのような状況の中で両学会が一緒に活動するっていうのはある意味でポジティブなインパクト、影響を与えるような気もするんですが、その点に関して何かお考えがありましたら。はい。多分、分野によって、そのあたりが、私が所属している建築でも、特に顕著になってきているのは、先生おっしゃったコンクリートであったり、ハード系の方なんですけどね。そのあたりの地盤沈下というか、やっぱり、学生の死亡者数が激減してきているっていう状況で、優秀な、この分野の学生は、やっぱり日本ではなく別の欧米にこう流れていってしまっているというのが、やっぱり一番今懸念しているところですね。それをなんとか克服するっていうんですか、そのあたりのための方策っていうのが、なかなか私自身は見出せない状態で、そんなに、私自身が海外に出かけてないわけじゃなくて、むしろいろいろ出かけていってお話はさせていただいてりはするんですけど、なかなか学生が集まってこない。で、多分その影響がですね、教員がもう、ある意味日本人であるとか、東大ですと東大でなきゃみたいな話も、古い話でこうあったりしたのも、だんだん変わってはきていますけど、でもまだ日本人がですあるんですけど、その辺が変わっていくようになってくればですね、世界の本当の、トップレベルの研究者も、それから教育者も、集まってきて、それだけの準備を逆に我々ができるようにしなきゃいけないっていうのが方向としてはあるんじゃないかと思います。やっぱり地盤沈下っていうのが、やっぱりそれ、教員とかの、単なる技術とか論文とかだけではなくて、ステータス的なところの沈下っていうんですかっていうのは、多分先生中国にいらっしゃってて、もしかしたら、思われてるかもわかりませんけど、日本の教員の、例えばステータスってどの程度なのかって、学生に聞いて教員になりたいかって思うかどうかっていうことかもしれないですね。それでやっぱり我々は、優秀な学生を集めてこなきゃいけない。で、それをさらに世界に送り出さなきゃいけないっていう、模範となるべく、そういう研究をやり、それだけの、ものを見せないといけないんじゃないかなと思ってまして、そういう意味で土木と建築一緒になって、先生みたいに外をもうくまなく見られてる方々ね、ぜひ、いろんな、我々に対して、こうやらなきゃいけないっていうアドバイスをですね、いただくとかっていうのは必要なんじゃないかと思います。田辺会長は、そういう意味では、アメリカとかの状況をよくご存知なので、なので、日本の中でやっぱりトップランナー的にですね、いろんなことをこう仕掛けていかれて、で、やっぱり田辺会長みたいになりたいっていう人っていうのは多分多いんじゃないかと思いますので、なるほどね。だからそういう方がどんどん出てくると、でそれも多分日本人だけじゃなくて海外の方も日本で働けるようになってくれば、そうすると学生もですね、あそこの研究室行きたいとか、あの会社行きたいとかっていうふうに多分なるんじゃないかなと思います。なるほど。わかりました。そうですね。一緒にやるというだけの視点じゃなくて、なんていうんですかね、日本の
教員のステータスですね。そういった視点だけはなかったんですけど、確かに今聞かれていると中国の方が高そうですね、教員ですよね。はい。なるほど。あまり気にしてませんでした。確かにそういう点もあるかもしれませんね。ありがとうございます。で、最後の質問なんですけれど、それではじゃあ現地でですね、特にこの洋楽会が共同で活動していくということに関して、土木学会に期待することが、もし何かありましたら、お願いします。はい。土木学会にって申し上げたらいいのかどうかわかんないですけど、前から疑問に思っているのが、フランクに土木学会に対してどんなコメントを多分学会レベルの話じゃないかもわかんないですけど、建築物だと、建築家って名前がそのまま作品につくじゃないですか。誰ぞそれのデザインって。そこが土木構造物だとやっぱりつかないっていう。そこは、組織主義的なところだともうしょうがないのかなと思うんですけど、でも、やっぱり、デザイナーっていうのが今土木学会というか土木の中でも育ってきてるんですよね。だからそういう方々を本気で育てようとするんであれば、やっぱりそういうことを、できるような仕組みはあった方がいいかなと。で、学会レベルでもそういう意味では、作品賞とかありますよね。で、作品賞って個人で作品作られる方が、デザインされる方がいても、その方の名前が多分学会レベルだと出ますよね。出ますね。だからそれが世の中にもちゃんと出るような形になると素晴らしいんじゃないかなと思います。橋でもやっぱりすごい素晴らしい綺麗な橋とか誰設計したのってやっぱり知りたいので。明石海峡誰が構造の責任者だそうですね。誰も知らないですよね。いや本当に構造的にも素晴らしいものだと思うんですけど、その PR の仕方と、それからそれがやっぱり個人レベルであったり、会社でもいいんですけど、本当にそこが表彰される、称賛されるような、形が、やっぱり若い人の中でもですね、そういう方向性を持っている方は多いと思うので、学生に魅力的になるというような視点ですかね、今。そうですね。建築は建築家目指す人が多いんですよ。確かに。私も実は入ったばかりの頃はそっち目指そうと思ってたんですけど、とても自分の能力では無理だって、もうとうに諦めちゃったので、今みたいな研究、今のコンクリートの研究やってますけど、でも、向いてる方向が分かったので、それはそれでよかったんですけど、でも、やっぱり、デザインというか、設計っていうそういう少し、意匠的なところをかけてるような人とか、どうしても個人主義的なところはどうしてもあるので、ぜひそういう方々も救っていただけるような、ことがあるかなと。実はですね、土木学会の中、土木学会も含めて、土木の中でそういう議論が前からあります。で、徐々にですね、やはり個人の名前を出していきましょう。別にそのデザイン、意匠的なものだけじゃなくてですね、これを構造的に設計したその本当にキーパーソンは誰かとか、で施工時のエンジニアのキーパーソンは誰かとか、そういう人を分かるような形でしていこうという方向ではあると思いますね。ですから野口先生、橋を見ていただいて、稀になんですけど、名前が出てるのがあります。そうですか。はい、あります。規則ではないんで、もしかしたら施工会社とか、発注者がそういうことを進めてそうなってるのかどうかっていうのは、ここのケースではわからないんですけど、徐々にですが、そういう方向性になってます。それからあとですね、学会賞のような賞の時には、今まではですね、なんとなく組織の名前が前面に出て、個人の名前出にくかったんですけども、個人の名前を積極的に出しましょうというのが、
ですね、今まで会長を経験されていた複数の方がそういう意見が出てまして、そういう方向性に行ってます。だから、大きな流れの方向性とはそうなんですね。ですけど、それでもやっぱし今までの、なんとなく、土木の中で仕事をしてきた人たちの長い歴史があるので、あまり一人の人を前面に出すということに急にはならなくて、名前出しましょう。もしかすると数十名出てくる。そういう形にはなるかもしれませんけれども。だから、まあ、有名な建築家みたいな土木家かっていうようなのにはすぐにはいかないかもしれませんね。多分弊害もあってかとは思うんですね。そうですね。個人が目立ちすぎて、私がみたいになってきちゃって、そういうのちょっと恐れてる。そういう意味では、シビルで、ね、ある意味、民間のためのっていうか、っていうんじゃないですか。だから、やっぱり支えていくっていうところがすごいあると思うので、そこを重視しながら、だけど、やっぱり個人もその中で、尊重ができるような、なんか、技術者がね、という意味ですね、尊重されるっていうのは大変重要なので、まあ大きな方向性としてはそうだっています。あとはですね、土木学会に対しては、今まで通り、私のような建築の分野の人も、何も問題なく受け入れていただいて、委員会の委員として加えていただくとかですね、みたいなことが非常にスムーズにできているので、むしろそこは建築学会が見習わなきゃいけないことかなと思います。日本建築学会、会員じゃないとダメなんですね。会員じゃないと、一応ですね、理由書書かなきゃいけないので、で、やっぱりあまりにそれが多いと、ちょっと、要求してくれというようなお願いが来たりするので、そのあたりはぜひ今回のタスクフォースが活動をしていく上ではですね、なんか改善をしていかなきゃいけないなと思ってます。だけど、それともに両学会員が相手側の会員にもなる、その数が増えていくこともいい方向かなと思いますけどね。いや、本当にあそこにある雑誌、土木学会誌ですよね。昔の表紙と全然違うので、そうですね。驚きましたけど。いや、最近本当に読みやすい雑誌だった。いや、もう本当にさっきも目を通す機会がなくて、もう本当に情けなくて、いや、ぜひ届いてるのを今度、ぜひじっくり読んでみたいと思います。ウェブ上で見られるってことですか？いえ、すいません。会員ですよね。会員だと見れます。そこでも見れます。そうですか。それは楽です。建築学会誌はまだウェブ上で。会誌はですね、確か過去のアーカイブ系のやつが見れるようになってきてますけど。はい、わかりました。もう40分以上になりましたので、これで本日の対談は終わりたいと思います。今日は本当にいろいろ面白い話をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ、これで2回目の対談を終わります。ありがとうございました。